こんにちは、ゆうたです。今日は記憶的ルームにやってきました。記憶的ルームとはトレンドの最先端を行くインタビューのこだわりの部屋を覗き見させてもらい、部屋についてライフスタイルを紹介するコンテンツとなっております。今回は水木さんと智之さんです。よろしくお願いします。お願いします。そしたらじゃあお二人について自己紹介をお願いします。桑山瑞希と申します。現在アニメーションスタジオで展覧会やイベントの仕事をしながら副業でライターなどもやっています。インテリアは母の影響で子どもの頃から大好きでいろいろ集めてるんですけれども、大人になっていろいろこだわれるようになったなと思っています。よろしくお願いします。お願いします。桑山智之と申します。現在はヘラルボニーという会社でクリエイティブのディレクターをしています。前職が東海テレビっていう名古屋のテレビ局だったんですけど、そこで妻の水木と出会ってですね、先輩後輩という感じで報道記者の先輩後輩という形で出会って結婚して、今去年ですね上京して、今暮らしているという感じで、休日は私の仕事柄もあって結構2人で美術館だったりとか、アートを見に行ったりすることが多いです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回紹介していただくこちらのご自宅が、ここ間取りでいうとどういう間取りになるんですか？間取りは一応 1LDK にロフトがついているという感じです。はい。というわけでかなりちょっと個性的な物件のね間取りでもあると思うんですけど、あとはお好き集めてらっしゃるこの家具とか雑貨とかのお話、いろいろ聞ければなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本編へ行く前に記憶的散策から公式 LINE が開設されました。こちらのアカウントではですね、300カ所を超える東京のショップリストというのが Google マップにて配布されております。で、僕らがいいと思った、お店だったり結構デザイン性の高い施設っていうもののみピックアップをしているので、お好きだと思います。皆さんぜひ LINE を追加して使ってみてください。まず最初、こちらのリビングスペースって言ったらいいですかね。そうですね。はい、紹介していただきたいなと思います。はい、まずじゃあこちらのスペースのこだわったポイントやコンセプトみたいなのがあればお聞きしたいんですが、どんなところにこだわりましたか？そうです。やっぱ2人で休日の美術館行ったりとかアートがすごい好きなので、いろんなところにちょっとした作家さんのアートだったりとか絵とかポスターとかをなるべく飾るようにしたいなと思って、これはこだわってるかなと思います。はい、はい、ということで、じゃあちょっと順番にアイテムの話をいろいろ聞いていきたいなと思うんですけど、まずじゃあちょっとこちら側に移動していただいて、こちらはまずこの壁側にはこの、アートピースというかアートが飾られてると思うんですけど、これはどなたの作家さんのとかですか？これは2年前に祖父が亡くなって、その祖父から譲り受けたものなんですけど、詳しいことはあまりよく分かんないんですが、現代アートがすごく綺麗だなと思って、額装も祖父がしたようなんですけれど、このガラスの額とあと白い枠をつけたようなのがすごく素敵だなと思って、これを大切に飾っています。はい、額装すごい本当に素敵ですね。確か杉又忠さんっていう方のそうね、ともえ B っていうタイトルの作品だと思います。91年ぐらいに書かれた、作品です。わかりました。はい、あとはこのご自宅結構全体的に植物がたくさんあると思うんですけど、そのあたりのこだわりとか何かありますか？もともと好きなのもあるんですけど、毎年バレンタインで何かしらお菓子を渡して、でホワイトデーにお返しをもらう時に最初の年から夫が一つずつ観葉植物をプレゼントしてくれているので、毎年一つずつ増えているという感じでここにある姫モンステラは一番最初のホワイトデーの時にもらった植物ですね。すごい素敵な習慣ですね。なのでもう30年後とかにはすごいことになるかもしれないなって思ってます。はい。プラントカバー、植木鉢とかも選んでらっしゃるんですか？植木鉢はでも結構一緒に買いに行くことが多いですね。こういうプラントショップとかはよくチェックされるお店とか行きつけとかあったりするんですか？
東京来てまだ1年なので東京ではちょっとまだ見つけれてないんですけど、名古屋の時にガレージっていうショップでよく植物だったりプラントをよく買ってました。はい、わかりました。あとはじゃあ続いてこちらの後ろにあるちょっとソファーについてのお話をお尋ねしたいんですけど、これはどちらで購入したソファーですか？これは、ソースストアっていうインテリアショップで購入しました。2人で暮らし始める時に買ったもので、色なじみのいいカバーと木の感じが気に入って、あと多分 2.5 人かなの、大きさなんですけど、なんかこうこじんまりしつつ座り心地も良くて、よくここで寝落ちしてしまうぐらいの感じなんですが、結構気に入って、はい、買ってます。クッションとかもこれはなんかブランケットとかか、そうですね、この辺のアイテムもクッションは同じソースで購入したもので合わせて買いました。でこちらはアクタスで購入したブランケットですね。結構大きくて、本当大判のブそうですね、ランケットです。はい。でまあで冬は、はい、そうなんですけど、結構ここがエアコンが直撃なので夏も割とこれを使うことが多いですね。はい。あとはあれですね、ここは両サイドにポスターもそうですね、飾ってらっしゃいますね。はい、こっちのポスターは今日私がつけてるこのアクセサリーの小野康秀さんっていう方、ごめんなさい、この指輪なんですけど、この指輪の作家さんが描かれたジュエリー作家なんですけど、こういう絵とかも描かれるみたいで、購入した時についてきたものです。蔵前にある白日というお店で購入した時につけてもらったものを素敵だなと思って飾っています。こっちは夫が、これはグラフィックデザイナーでアートディレクターの岸野さんっていう方が書いたもので、これ実はシールになってて本当は貼れるようにもなっているんですけど、なんかこのままの方が可愛いかなと思ってシール使いできぬままいるという感じですね。シールなんだ。ABC のところが実本当だはシールになって剥がせるんですけど、なんかこのデザインが素敵だなと思ってそのまま貼っつけています。これもったいなくて剥がせないです。そうなんですよ。さすがに。そうなんです。だから剥がれないようにこう押さえながら使ってます。はい。はい。じゃあ続いてこちらのペンダントライトについてちょっとお尋ねしたいんですけど、これもどちらで？そうです。名古屋にあるサハンっていうショップで購入したもので、サハンオリジナルのものだと思います。ヴィンテージではないと思うんですけど、なんか色合いとかね、ちょっとこのボールみたいな形が可愛いなと思って一緒に選んで買いました。なんかサイズ感もちょっと普通のペンダントライトよりちょっとちっちゃめですよね。そうですよね。うん。でも結構明るいのでこれでも。そうなんです。本当だ。ちょっとわかんない。ちょっとわかんないけど昼過ぎて。夜はじゃあ結構間接照明とか。そうですね。はい。わかりました。じゃあ続いてこちらのシェルフについてちょっとお尋ねしたいんですけど、まずこのシェルフはどちらで購入したアイテムですか？これも名古屋のフェイバーっていう家具屋さんで購入しました。1960年代のデンマークのヴィンテージと聞いています。なんか結構一目惚れな感じで、この佇まいとか下の取っ手の可愛い感じとかが気に入ってね、即決で切れました。結構値段高かったんですけどね、これはずっと一生使えるかなと思って買いました。はい。20万ぐらいぐらいしたかな、結構飛び降りた感じだったんですけど上京する時にブックシェルフがちょうど本がすごい増えてて欲しかった時だったので「いいや」って2人で、はい、買いました。これあれなんですよ、今もつけてあるんですけど実際は外すこともできて上下で。そうですね。なんでいろいろ、今後、生活の、スタイルが変わった時もなんか使えるといいかなというところで、購入しました。ここはなんかざっくりどういったものが
まあ、本ももちろんあると思うんですけど、どんなものが収納されてるんですか？基本結構私のお気に入りのものが並んでいて、ほとんどがまあ作家さんの作品だったり器だったりが並んでいます。例えばこれは三重県伊賀にある山本っていうところで購入した急須なんですけど、もうなんかこの金色の上が金色のこのなんていうんですか、これがめちゃくちゃ可愛いと思って、もうあんまりお茶入れずにこうなんか飾ってる感じで使っていたりとか、あとこれは、南青山にあるイートリップソイルっていうお店で購入した作家さんのもの。こういう蓋がついてるものがとってもなんかくすぐってくるので、こういうものばっかり、夫には何入れるのって言われちゃうんですけどついつい集めてしまってます。買う時は確か梅干し入れるとかなんとか言ってたと思うんですけど、梅干しなんと入れられずここに感じです。これジューバースカさんだっけ？ジューバースカさんっていう作家さんのですね。これが、リトグラスっていうグラスメーカーというかの作家さんの作品で、フラワーベースにもなったり、なんか飴入れたりとか何でもいいよって言われて購入しました。なんかこのちょっとグレーがかったガラスがすごい可愛いなと思って、これもほとんどもう物はほとんど一目惚れで、あんまり考えずに買って用途を考えずに買っていたりするので、なんか増えすぎてるとねって思ってはいなるほどね。はいはいはい。感じです。あとはその下とかは本そうですね。とかもたくさんありますけど、はい、これはもうお二人の本が今ここに収納されてるって感じなんですか？ほぼ私の本、大体妻です。そうなんですほとんど私の、下はちょっと夫の本もあるんですけど、上の段とかほぼ全て私の本ですね。なんかこの中でお気に入りのものとか、それこそなんか最近買ったものとかがあればちょっと 2,3 冊紹介していただきたいんですけど、何かありますか？そうですね、最近面白かったのがこの三浦哲也さんの自炊者になるための26週っていう本で、自炊について結構科学的なというか視点から語っていて、例えばこうなんかパンを匂いをこうつけて焼くにはどうしたらいいかとかをすごいなんか理系チックな目線で書いてるんですけど、なんかそういうこれ読んでると一応こう26章あって、26章読み切ったら自炊者になれるっていう自炊者っていうあれがあるの？はい、そうなんですけど、ちょっと明日頑張ってご飯作ってみようかなって思える、なんか本当めちゃくちゃ面白い自炊本だったので、これはあんまり自炊しない人とかめっちゃいいんじゃないかなって思って、めっちゃ一気に読んじゃいましたはい感じですかね。あとは伊藤雅子さんのするしないっていう本なんですけど、生活の中でこれはするこれはしないみたいなのを紹介している本で、例えばこの最初の玄関を結界にって書いてあるんですけど、玄関を毎日掃き掃除すると、するようにするとか、この伊藤雅子さんのそのなんかこだわり、お客さんは2人までとかが書いてあって、まあ真似できるものできないものあるんですけど、写真もすごい素敵で、見てるだけでこんな収納方法あるんだとか勉強になってすごく面白かったです。ほとんどもう食べ物か生活のエッセイばっかりな本なので、ちょっと恥ずかしいは恥ずかしいんですけど、でもなんか通勤時間とか夜寝る前とかに読んでます。はい、わかりました。はい、そしたらじゃあ今度ちょっとこちら側のスペースについてお話を聞いていきたいんですけど、まあこちらもまあ植物が置いてあったり、あとまあちっちゃいこのまた棚もあったりしますけど、はい、このじゃあ棚から、これは棚はどちらで？これは目黒にあるフィルムっていう家具屋さんで購入しました。25,000円ぐらいで買えたヴィンテージのものなんですけど、ちょうどこういう植物とか物が飾れる棚を探していたので、これも重宝してますね。はい。これと同じようなものもいくつかあったんですけど、いっぱいあった。そう
まとめて買っとけばよかったかな思うぐらい本当にこれ一つで2万5,000円ってヴィンテージでありえないから確かに本当にね買っとけばよかったないい買い物だったよね。わかりました、はいありがとうございますありがとうございます。続いてダイニングスペースということで紹介をしていただきたいなと思います、はいまずじゃあ後ろにあるちょっと食器棚はいからちょっと聞いていきたいなと思うんですが、この棚はどちらで購入したアイテムですか？これはもう 4,5 年前ぐらいに一人暮らしを始めた時に私がネットで購入して、多分3万円か4万円ぐらい、そんなに高くなかったと思うんですけど、北欧チックな感じが可愛いなと思って購入しました。ここも結構じゃあ水木さんのセレクトされた食器が多いんですか？あもうほぼほぼはいいつもわがままを聞いてもらっています。はい、自分はもうこれと他ぐらいですねそうですね。どんどんはい。じゃあちょっとここもなんかお気に入りとか、そうですね最近買ったものとかがあればちょっと紹介いただいてもいいですか？はい、これがちょっとこのゴツゴツしたガラスのコップなんですけど、尾道に旅行に行った時に購入したもので、横山秀樹さんっていうガラス作家の方のコップですね。このなんかちょっと特徴的なこうなみなみした感じがすごい素敵で、購入しました。結構旅行先で買うこともすごく多いので、なんか旅行行くたんびにね増えているっていう感じですかね。あとは愛知県瀬戸市で活動しているキム・ホノさんっていう韓国出身かなの方の作家さんの食器なんですけど、名古屋のセレクトショップでたまたま見つけて買ったものですね。この辺の DM とかも同じキム・ホノさんの DM だったりしますね。これとかは大阪に旅行に行った時に DH っていうお店で買ったアラビアのヴィンテージのガラスのお皿です。すごいなんかこれも刻印も可愛いですね。あ、そうですね。昔のコピーのデザインだったので、ちょっとシールなのでいつか剥がれちゃうかもしれないなと思いつつ、なるべく剥がれないように大事に使ってます。はいはい、こんな感じです。はい。わかりました。はい。あとはじゃあ上にあるちょっとまたここも雑貨というか、はいアイテムを聞いていきたいんですけど、はいまずじゃあスピーカー、これこちらも素敵なデザインですね。これはチボリのスピーカーで、付き合って最初のクリスマスのプレゼントに夫からプレゼントしてもらいました。ひっそり私が欲しいなと思ってブックマークしてたやつをなんかすごい調べて買ってきてくれたのを覚えてますね。めっちゃ普通にこれ欲しくてってひっそり全然ひっそりじゃないな。全然言ってました、はいちゃんとだからアピールだなとは。いやそんなでもずっと本当3年ぐらい考えていて、これを買わないっていうのをずっと考えてて、自分一人じゃなかなか買えなかったので夫にねプレゼントしてもらった感じですかね。よかったねこれね。すごい音も綺麗なので、結構柔らかい音というか結構広がるような感じなので、ほぼ毎日のように使ってます。お二人とも結構音楽とかお好きなんですか？音楽好きでライブとかフェスとかもよく、行ってますね。ちょっとズバリ難しいと思うんですけど、お一人なんか最近聴いてるアーティストとか好きな楽曲とかあればちょっと教えてもらってもいいですか？でももともと2人とも記者だったってこともあって、でそれでチャイさんっていうバンドをガールズバンドずっと取材してて夫婦2人ともで、それでそのチャイさんがこの間解散しちゃったんですけど、その解散ライブで2人で行って号泣するっていうはい、でその時にお世話になったマネージャーさんともちょっとご挨拶とかさせていただいて、ちょっとね、だから2人が結構つないだ感じのアーティストだったので、すごく残念なんですけど、よくでも今でも聴いてます、ね。あ、そうなんですか。はい、わかりました。はい。あとはお隣にある時計、これもすごい変わったデザインですね。そうです。これアルミでできてるんですけど、これは母が私たちが同棲を始める時にプレゼントしてくれたもので、なんかこう2人で新生活で頑張ってねみたいな、で本当に母がこういうインテリアとかがすごい好きで、私はめちゃくちゃ母の影響を受けてほとんどのものを教えてもらったんじゃないかなっていうぐらいなので、これもすごい大切に。
あんまちょっと時間わかんないんですけど、うんでもすごい可愛くて大事に使ってます。はい。わかりました、はい。あとじゃあちょっとこっちのじゃあ、はいメインのスペースというか、はい。ダイニングテーブル周りの話を聞いていこうかなと思うんですけど、まずじゃあこちらのペンダントライトはい。から、これこれはどちらで購入したアイテムでしょうか？これもさっきのライトと一緒で名古屋のサハンっていうお店で購入しました。これもオリジナルでヴィンテージではないと思うんですけど、ちょっと陶器のシェードがすごい可愛いなと思って、パーツはそうなんだけど、パーツはヴィンテージパーなんですね。ツはこの辺はヴィンテージなんですけど、このメイドイン USA とかでも、でもこのシェード自体は違く新しいものなので、こうなんか組み合わせて作ってるっていう風に言ってました。はい。あとはダイニングテーブル、これこちらのテーブルも結構大きなテ大きーブルなですね。 2人で暮らし始めた時に買ったデペシュっていうところの机で、なんか木だけのこうシンプルなものが欲しくって買いました。で当時は名古屋の時はもうちょっと広い家だったので、これ160センチあるんですけど、そこのうちに合わせて買って、でこっち引っ越してきてからちょっと大きいんですけど、お客さんがちょこちょこ来るので、意外とこれぐらいでね、ありがたいなっていう感じです。はい。結構こんぐらい大きいと足が太いのが結構多いんですけど、そう多かったでもなんかこれは確かにちょっと細いね下の方にかけて少し細くなっていくっていうのがいいなっていうのもあって、横の顔もいいなっていうことで、多少高めだったんですけど購入させていただきました。ですね。あとはダイニングチェアか、はい。椅子も2脚ねそうですね置いてらっしゃいますけど、これは同じ椅子ですか？椅子ですどちらも。。これは私の両親から譲り受けたもので、もう多分60年ぐらい前のヴィンテージの椅子なんですけど、後ろにこの教会の聖書を入れるようなこうラックがついていて、多分教会で使われていた古いものですね。もう処分されそうだったところもすごい形が好きだったので、多分ちっちゃい頃から私はこれはすごい馴染みがあって、大切に使っていますね。はい。どうですか、椅子の座り心地とかは？いいよねこれ。いいですよ。なんかヴィンテージって結構疲れやすい椅子多いと思うんですけど、これはあんまり疲れないので、長時間座ってても大丈夫な感じですね。そう、座面がちょっとこう形がちゃんと作られてるっていうか、足がちゃんとこうグッとフィットするように凹凸があるので、それが非常にいいなっていう印象があります。両親から受け継いだので、なるべく大事に使っていきたいなとは思ってます。あれなんですよ、結婚式の時もこれを東京から軽井沢でやったんですけど、軽井沢まで持ってって高砂これでそうだったんだ。やりました。はい、思い出深いですね。思い出深いです。はい、こんな感じです。わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。で、この奥が寝室はいということで、じゃあちょっと部屋へ案内してもらってもはいよろしいですか？こっちです。はい。ちょっと変なね、細い廊下で、ちょっと段差もありますが、はい。ということで、こちらのお部屋は大体ここは何畳ぐらいのお部屋になるんですか？どんぐらいだ？7畳8畳ぐらいだと思います。はい。このお部屋はなんかコンセプトというかこだわってるポイントとかなんかあるんですか？そうですね。やっぱ寝室なのであんまりこうごちゃっと物がある感じじゃなくて、なるべく落ち着いた感じにしたいなっていうのと、夫がリモートワークがちょこちょこあるので作業スペースを作っている感じですね。はい。ではじゃあ早速ちょっとお仕事の少し、ワークスペースからちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、なんかワークスペースとかはこうお仕事するにあたってこだわってるなんか家具の選定とかなんかあったりしますか？でもそうですね、こちら妻の実家から譲り受けたヴィンテージのそうです。机やってちょっと伸びるっていうのもはいいいなっていうので、こういう感じで普段仕事させてもらって。母が裁縫をちょっとやるので、そういうのにこうミシン置いてやったりとか、母の作業机だったもので、それがいらないかって言われたので使いますって言ってもらっていました。本当はこっち側も伸びるんですけど、
はい。エクステンションなんですね。あ、そうです。はい。便利ですね。昔の本当に昔ながらの感じですね。なんか椅子とかはどうですか？高さ、まあ使い心地というか。これもいいですねアーコールのこれはヴィンテージの椅子でイデーで購入しました。5万円ぐらいだったと思います。結構オーソドックスな感じだとは思うんですけど、形が気に入って、使ってます。はいはい。背面のこの棒がこの下までいってるっていうのはちょっと可愛いなと思って。確かに。買いました。はい。ということで、じゃあちょっとお二人のなんかお仕事とかについても軽くちょっとお尋ねしたいなと思うんですけど、まず電飾はお二人とも報道のディレクターって言ったらいいんですかね？そうです。記者兼ディレクターっていう感じでした。はい。なんかこう今までのそれこそ報道なんかまあ取材というかとかでなんか思い出に記憶に残ってるものとかがあったりなんかすればちょっとお話も聞きたいんですけど。ああ、そう。いやいや。いいよ。そうですね。自分は発達障害とか障害っていうところを取材してきたことですごくこう学びがあってというか、それまでこう障害とかそういったものに触れてくることがあんまりなかったので、それでこういう世界があるんだっていうことを知って今の会社に転職したっていうところもあります。今そのヘラルボニーっていうのが主に障害のある作家さん、知的障害のある作家さんが描いたアートを、例えばこれとかは三重県の希望の園っていう福祉施設の森圭介さんっていう方が描いた青春のバラードっていうまあアートなんですけれども、そのアートをこういう形でプロダクトにしていくっていうような事業をしている会社なんですけれども、そういう形ですごく私もアート見てすごいなってところすごく思ったので今一緒にお仕事をしているというような感じですね。デザインも個性的で素敵ですね。そうなんですよ。やっぱり自分たちが逆立ちしても描けないなっていうところすごく思いますし、我々その彼らのことを異才っていうふうに呼んでいるんですけど、すごく異才性のある人たちばっかりだなっていうところを思ったりします。水木さんは、こうなんかそういう取材というかなんかありますか？記憶に残ってるものとか。そうですね。やっぱでもさっき言ったチャイのガールズバンドの取材は4人組でコンプレックスはアートなりっていうので、こう体のコンプレックスとかをポジティブに捉えてっていう子たちで、ちょうど多分同じ世代の子たちだったので、そういうたちのメッセージとかそういう活動を取材できたりとかはすごく思い出に残ってますね。実はチャイは結城さんが過去に私たちのコンテンツに出演されてたことがあって、そうなんですね。久々だなって僕も聞きながら思ってました。そうですよね。私が取材したのはちょうどコロナ禍で、こう音楽業界がかなりやられていた時期だったので、チャイは本当多分年の3分の1ぐらい海外で活動してたの一気にダメになっちゃった時期だったので、そういう彼女たちが今何をして何を思ってっていうのを取材できてすごく思い出深いなと思ってます。ありがとうございます。じゃあ結構今とは全然お仕事がまた違うんですよね。そうですね。私は今イベントだったり展覧会の仕事をしてるので、全然ちょっと記者とかディレクターとかとは違うんですけど、なんかこうテレビだったら見てくださる人とかイベントだったら来てくださる人になんか向けてものづくりをしてるっていうところではなんか共通性があるかなとは思っていて、なんか役立てるものがあったら、あと展覧会で使うムービーの撮影とか編集とかは前職のなんかこう経験を生かして使ったりとかはしてます。わかりました。ありがとうございます。そしたらじゃあちょっと奥の方に少し移動をしていただきたいなと思うんですけれども、まずじゃあベッドサイドにある、これは何ですか？タペストリーですか？これは手ぬぐいなんですけど、アーツ&サイエンスっていう代官山とかに南青山とかにあるお店で、そこが去年のものなんですけど、毎日の月の満ち欠けを藍染めで作っているっていう手ぬぐいですね。自分が
水木って美しい月って書いて水木なんですけど、月が名前に入ってるので、なんかこう月モチーフのものにちょっとシンパシーがあってこうついつい買っちゃうんですけど、でこれがすごいいいなと。ちょっと残念ながら今年のカレンダー、月カレンダーもちょっと制作されてないみたいなので、これをちょっと大事に去年のなんですけど飾ってるっていう感じです。はい。わかりました。あとはじゃあこちらのベッド、はい、ベッドフレームをお尋ねしたいんですけど、はい、これもすごいラタンで可愛いデザインですね。これはウニコで購入したもので、だいたい8万円ぐらい当時だったと思います。本当それこそおっしゃるようにラタンがすごく可愛い、ラタンの背面がすごく可愛いなと思って、ベッドフレームもだいぶいろいろ探し回ったんですけど、これはすごい2人とも気に入って、ずっと大事に使っていきたいなと思ってます。はい。そしたらじゃあ今度ちょっこちらの入り口側にある、サイドチェストについてちょっとお話を聞きたいんですけど。はい、これは神戸の春田、今もちょっと長野の方だと思うんですけど、当時神戸にあった春田さんで購入したもので、サイドチェストで北欧のヴィンテージなものだったと思います。ここは私のアクセサリーとかを下に入れたりとかしていて、上は作家さんのものだったりとかお気に入りのものをちまちまと飾っています。はい。わかりました。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで水木さん、智之さんの記憶的ルーム撮影させていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。そしたらじゃあ最後に何かお二人の方から告知とかお知らせしたいものがあればしていただければなと思います。そうですね。お家のことを紹介するインスタグラムを最近始めましたので、ぜひチェックいただければと思います。はい。はい。ということで、じゃあ気になる方はインスタグラムの方チェックしていただければなと思います。はい。智之さんとかは何かお知らせが大丈夫ですか？僕はい大丈夫大丈夫ですか？はい。各種SNS お願いします。はい、お願いします。はい。というわけで今回の記憶的ルームはこれで終わりたいと思います。ゲストは水木さん、智之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。